皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を室谷由紀女流三段に出演しております。私今回後手番ですね。相手の方は四段の方です。さあどうしましょう。ちょっとね、2五歩を決めてこられたので、どうしますね。ちょっと居飛車系の将棋してみますか。振り飛車もねあるところなんですけれども、居飛車の将棋してみます。雁木の将棋ですね。はい。相手の方もねいろんな対策があるんですけど、今回は矢倉模様のね、非常にシンプルな、駒組みですね。はい。5四歩5三銀という形と、今私がねやっている、この 6四歩から6三銀という形ね、いろいろあるところなんですが、私は今回ね、6三銀という形を3五早いですね。早めの歩交換で動いてこられました。桂馬を飛んで、さあそうですね、これは相手の方がね3五歩同角っていうのは非常に積極的な動きなので、それに対してね強く反発していく指し方と右玉にしていく指し方ねありますね。ここで8六歩とついて同歩なら8五歩、同銀なら4五歩という指し方もあるところです。それすると非常に積極的な順ですね。どうしましょうかね。あるいは6三銀から6二玉が非常にゆっくりとした指し方、ゆっくりとした指し方言ってみますかね。8六歩同歩なら8五歩、同銀なら4五歩というね指し方もあるところでした。これはね右玉含みというかね、右玉の形に組んで、比較的ねゆっくり指そうということなんですが、この4六歩はね、4五歩とね位を取られる手を嫌ったわけですね。なるほど。これは迷うとこですね。ここねやっぱり突いて角を使いたいとこだったんですけどね、受けられてしまったんで少しね角が使いにくくなるという感じですね。こちらの方としてもね、おとなしく指していくか、ちょっとね強気に指していくか、銀を上がっていけばねちょっと強気な指し方ですね。強気な指し方もあるところですけどね、ゆっくり指してみますか。3四銀と出てね歩交換を逆用するような順もあるところですね。ちょっとおとなしめに、今この歩を突かれたんでね、4五歩の筋がないので角をね下に引いてこちら側のルートでね使う含みですね。はい。これは非常にじっくりとした戦型ですね。この4七の銀が3六銀3五銀とね出てくる形になりそうなんでね、そこだけ、私の方としては注意が必要ですね。難しいな。4五歩も6五歩同歩同桂で角交換して指す指し方もありますね。それを言ってしまうか。それは非常にね積極的な順ですね。さあどうしますかね。金を寄って固めとく、金寄って固めときますかね。これは難しいですね。6五歩同歩同桂とね行って6六銀に8六歩とね、攻めていく順もあるんですけど、間合いを図った手ですね。角引きですか。角を転換しようってことですね。非常に相手の方ね落ち着いた指し方ですね。私もじゃあ歩調を合わせて角を上がってみますか。これね2六に角出て、そうですね、この形があるので、角を上がってね受けてみたという感じです。桂馬も使っちゃいますかね、手順にね。ちょっと桂頭気をつけないといけないですけどね。この形ですとすぐにはね大丈夫そうなので、さあこれでどうでしょう。6五歩同歩、そうそう同桂とねこちらから動いていきたいところですね。いってみますか。はい。3四歩とかね受けておく手もあるところですね。ここはね、はい。少しね玉頭にちょっかいを出してという感じですね。すぐに潰すというよりは玉頭を薄くしてね、銀引くとね激しくなりましたね。これ引かれるとね私の方としてもゆっくりはできない感じになるので、非常に激しいね展開になります。これねついてたらしが手筋で、そうですね、これでこうついて、そうですね、こう歩を打って、これでね香車を部分的に狙っていくわけですよね。ただこれで金上がってきて歩を打って、そうですね、これを同角と取ってね、この辺まで一連の順なんですね。で同金なら同飛車の十字飛車という形で、結構ねこの形嫌だと思ったんでね踏み込んだんですが、どうでしょうか。相手の形としてはね6六歩と打って桂馬を取れればもちろん、成功なんですけれども、この瞬間ねまだ6六歩と打ててないので、あとねこの2六の角は4五歩と突けばね活用できるんですけど、現状ね4五歩が入ってないんで一瞬この角がね働きが弱いんですよね。これ8六同金なら同飛車が十字飛車になってね、これで筋ですね。同飛車だったら9七桂ってことですかね。ちょっと苦心の受けといった感じですね。どうするのがいいかな。
角を引くか、こちらのね歩を打つ手もありますね。歩を打って角引ってけね、それも魅力的ですね。どちらもありますね。今言って話してるのは6六歩と打って同金に6八角成同飛車5七桂成というルートですね。これ同飛車ですと9七にね桂馬を飛んで受けようってことだと思うんですよね。なるほどという感じです。どうなんだろうな、それで潰すことができれば一番いいですね。同飛車9七桂で6六歩と打ってかなり向こうの差も危ないですね。6六歩と組み合わせがね、同飛車9七桂6六歩8五桂7七歩成8六に飛車角取られるんでね、ちょっとリスクが高いかな。それもでもありそうですね。それで一気にね勝ちになってしまえばって感じですね。あとは角を引いておいて8六歩を狙うという順ですね。ただちょっとそれはぬるいかもしれないので迷うとこですね。どちらがいいかな。歩を打って切って桂成をゆっくり、同飛車で9七桂で6六、あるいは6六歩同金で飛車を走る。いや組み合わせがいろいろあってね、ここは迷いますね。同飛車桂で飛車を引くとね歩を 4枚持って連打して受けようってことなんですよね。なので同飛車で桂を飛んだ時に歩を打つ、飛車取る金取る、めちゃめちゃ激しいんですけどね。で角取る金取る、ちょっと無理かな。飛車角渡しちゃうんでね。角を引くとね7五歩という手がちょっともしかしたらあるかなと思って、その手がちょっと嫌な手なんですよね。いやでもこの8五歩はね非常に粘り強い手ですね。さすがというか、非常に粘り強い。歩を打っていくとね駒得になるんですけどね、ちょっとね玉の方から離れちゃうんで、それがちょっと不満なんですよね。同飛車9七桂6六、あるいは6六歩同金6五飛車、だから6五金かな。飛車走って桂で歩打つ。いや難しいです。迷いますね。どっちのルートがいいんですかね。角引くと歩を打ってくる。歩を打ってと、いや難しい。迷いますね。いやどっちがいいだろう。同飛車桂で歩、飛車取る、歩成る、角取る。ここがねちょっと長考になります。すいません。ちょっとね非常に難しいところなんでね、これはね。いやさすがにリスクが高いかな。そのね飛車を渡すんでね、それで押し切れればねいいんですけど、ちょっとね私の方薄いんでね。歩を打つ、取るそうですね。6六だと角を取ってくる手もあるんでね、その手も気をつけてですね。角引く、歩を突く、同角、同飛車桂と飛車引く、連打してくる。どれがいいんだろう。結構組み合わせがねたくさんあるんで、こういうとこはね慎重に指さないといけないですね。飛車走る、桂と取る、いやちょっと危険かな、さすがに。危険かもしれない。やってみます？ちょっと思い切って。いやちょっと危険かもしれないです。この変化はね桂飛んでくると思うんですよ。9七桂とね、これね大駒近づけて受けようって手筋で、そちらですか。9七に飛んでこられるかなと思ったんですけどね。こちらですとね一応なんていうんですかね、桂馬取られそうな桂馬が助かるんですけど、相手の方これでね相手の方の形もね良くなるってことですかね。なるほど。そうか、こっちはありますね。これ冷静な応手といえば応手ですね。どうしようかな。角を引いてゆっくり指す順もありますね。これ角引きますか。一気に攻める手もね、同角の以下攻める手もあるんですけど、桂馬が助かったんでね、私の方としても慌てずに歩には飛車を引いてということです。ただこれで一応収まったんで、そうですね、相手の方としてもうまくまとめて、そうですね、4五歩がね待望の一手で、そうかうまくまとめられましたね。なるほど。どうするのがいいかな。これはな、桂馬打って一回剥がしに行く。玉頭剥がしに桂馬行きますか。はいね、少しやっぱり矢倉のね上部を攻める。8六桂って打つ手なんですけど、この場合金がね8七にいるんであんまり効果的じゃないんですよね。で逆にこれね相手の方にここに逆に桂馬を打たれると嫌な形なので、先着しました。すいません、残り4分です。時間がね結構さっきのところで長考になったので時間が気をつけていけないですね。いや非常に互角ですね。相手の方のね8五歩から7七桂がやっぱり非常にいい受け方で、やはりこのね右玉がですね王様が右側に囲ってるんで、左側にね囲ってる雁木でしたらさっきのなんていうんですかね、もう強行してってね優勢になるんですけど、王様が右側でいるとね、こういう展開になると逆に右玉が戦場に近いというね、こちら戦場に近いってなるので、この場合は王様こっち側にいた方がいいんですね。この場合はっていうかね、このまでの進行でね変わるんですけれども、歩ですか。これ手筋の一手ですね。同角なら銀を上がろうってことかな。難しい手ですねこれはね。同銀で取りますか。難しい手でしたね。同角なら6、そうですね、この時に、楽になる形がね
良くなるってことでしょうか。これでも強襲する手があるかな。やっていっちゃいますか、バリバリ。ちょっとね、でもこれ危険なんですね。繰り返しになるんですけど、王様はね、近いんでね、まあこの辺で4五桂同桂同歩って指し方はありますね。そっちの方がいいかな。まあ8六歩同歩8六歩同8六歩同歩8六歩同金5五銀っていうのはね一応狙い筋なんですけど、ただ8四桂とかね打たれる手がこちらもあるんでね、かなり痛むんですね、こっちの形もね。まあ連携飛んで少し受けに回ってみますか。まあこれね銀が上がらせてもらったんでね、この桂馬にこう紐がちょっとついてるんでね、まあちょっとこうなんですか対応して指して、まあこれ金で取るんですけど、これを対応した時にねこの銀が上がってこの金と連結してるんで6四歩打ってもらったから、まあ指しやすい順と言えますね。ただこの時に相手の方の手番で角桂桂歩2枚持ってるんで、まあ気持ち悪いですけどね。私の番が来ればね、3九角とか4九角とか6九角とかね、まあちょっとこの金銀がまあ上ずってるんで、まあそのね、上ずってる金魚を狙うね攻めがいろいろありそうなんでね、これは手筋ですね。まあこの同銀ですかね。これでこの金をね浮かせて3九角には飛車寄りでね、受けようっていうね、これ角打っちゃうと飛車寄られてね、この飛車成りが王手で取られちゃうんで、これ手筋の一手ですね。これでそれしてから歩ですか。非常に面白い手順ですね。さあこれでどうするかですね。歩を打って攻め合っていくか。いや難しいですねこれは。3分。まあ歩を打ちますか。さあ非常に際どい勝負になりそうですねこれも。まあこの右玉にね近いとこなので、まあ私はね歩はねこの歩を逆用した手ですけれども、まあねやっぱり右玉は何回も繰り返しなんですけど、まあ非常にね王様とね飛車が近いんでね、それがね非常に怖いところですね。これ東京で8五歩と打つか、同玉としてね8三桂みたいな手が聞けばいいんですけど、8四桂とね打たれる手が気になるんですよね私の方もね。さあどうしますか。相手の方もねここでまたちょっと考えてますね。指し手難しいですよね非常に。攻め合いですね。まあ、これは香車取りますね。さあ王手、この角が狙いの一手ですかね。これでまあ王様6三に逃げますが、これ銀も取れたとね7二銀があるんです。銀がとりあえずないんでね、で歩ですか。まあここはねチャンスが来てそうですね。どうするのがいいかな。角を打つか桂馬を打つか。桂馬でいきますか。この桂がね玉頭を狙って、そして角を打って、これちょっと厳しそうですね。銀取りと金取りでね、これ9五金で言うと8六飛車とね飛車が走れるんで、これは優勢になりましたかね。これは金取って、この金取りがね8七桂成からの、詰めのになってそうなので、これはね手勝ちになりましたね。今ちょっと一瞬のね攻防だったんですけれども、まあこの飛車取られるとこちらはそのひとたまりもないんですけどね。ただまあこれは飛車が走れるんでね、飛車取る余裕がなかったですね。飛車取ると今詰みがあったのでね、まあこれはそうですね、取られすってる数千の飛車が脱出した格好で、まあ、はっきりね私の方がまあ優勢というかね、まあ小戦に近い優勢ですかねになりましたね。これまたね6九金の一手詰めを狙ってますので、まあ王様ね早逃げが手筋なんですけど、そうすると8八飛車成がね激痛なんですよね。こう遠くにね飛車がいて、そうこの時に飛車成りがね痛すぎるんですよね。これね5七に桂馬利いてて逃げれないし、この人とはしたんでねやっとおりになりました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや難しい将棋、ちょっと途中でね10分桂負けとは思えない長考もしてしまったんですけれども、で右玉という戦法はやはり玉と飛車がね接近しているのがまあ一つ形の特徴なんですけれども、やっぱり右玉の方から攻撃を仕掛けるっていうのはね、守備的な右玉の作戦においては、ある程度のねリスクを伴うという部分がね、本局ちょっとね見れたんではないかなと。そういったあたりね詳しいところを、大盤でね解説編でやっていきますので、そちらの方もぜひぜひ、ご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。